高木先生こんばんは。僕はイラストレーターじゃなくて漫画家を目指してる方なんですけども、今はイラストレーターの方が花のように感じるのですが、そんなことは全然ない。昔より全然生き残れると思う。例えば昔だと出版社に持ち込みっていう風に自分で描いたイラストをどこかの会社に持ち込んだり応募とかをしたりして、そこに見つかってようやく世に発信されるようなことになってたと思うんだけど、今は SNS を使って自分から発信していけるように、なったんですよ。そしてなおかつ今は売るところがいっぱい増えてきてるわけ。今まず大事なのは知ってもらうってことこそが大事。よく面白ければ人気になるかとか言うんだけど、これはイラストとかでも一緒で、いい絵だったら伸びるっていう話じゃなくて、まず見てもらわなかったらいい絵か面白い漫画かっていうのは判断できないんですよ。じゃあ SNS 受けする漫画って何なんだってなってくると、最近だったらやっぱりこの SNS っていうのは時間がない人に向けて発信していることが多いから、やっぱりキャッチーな話題になってるようなネタを使ったりだとか、ページ数を長くするんじゃなくて一旦短くまとめてみる。で、一番よく見かけるのが気になるページをトップに持ってくる。起承転結の気だったり点のあたりぐらいのところをよく持ってきたりするのを見かけますね。これも時間ない人に何が起こるんだっていうのを思わせて早く知りたいと思ってクリックさせるってね。まあいろいろ言ったけど、まあ僕は結局イラストレーターなんで漫画のことはねペーペーなんで、もっと詳しいものが知りたかったらチラ講師を務めさせていただくボンカラと申します。この講座全体が目指すものを一言でまとめると、スマホの SNS 画面と単行本の両方でバランスよく見栄えがする作品作りを目指すになります。そろそろ講座を受講している人は、イラストは描いたことあるけど、まだ漫画は描いたことがないなという人が多いのではないかなと思っておりますので、そういった方が新しいことをちょっと試してみるというきっかけになりましたら幸いです。また、現在のイラストをさらに躍動感たっぷりに魅力的に描いていこうという意識にもつながると思いますので、活躍中のイラストレーターさんにも発見があると思います。今回の内容をまとめますと、お手元の完成済みのもしくは書きかけのイラストにも漫画的な記号や素材を並べてみるだけで簡単に漫画のようなものができますよということです。こんなの簡単じゃんと思われるかもしれませんが、意外とやったことない人が多いのではないかなと。こういうところから始めてもらって漫画を描くことの気軽さを感じてもらえたら幸いです。1枚のイラスト、もしくは複数枚のイラストを描いてからその前後の出来事を想像してストーリーを作っていくというやり方は実際にプロのアニメーターさんや漫画家さんがやっている手法です。これをやる習慣が身につくと、ただのイラストを描くときにも、後でこれを漫画にしたくなるかもしれないので、前後の状況の文脈があるような情報を今のうちから絵に入れておこうかなという意識が働くようになったりします。ぜひやってみてください。それでは、ボンカラが以前に描いたイラストを使って実際にやってみようと思います。改めて、これからやっていくことの工程の説明をざっくりしますが、手元の絵のキャラの様子から、この時にキャラクターが考えていることと、その前後の出来事を簡単に想像してみてください。ちょっとこの4項のために試しに簡単なイラストを描いてみたんですけれども、ピースをしている女の子の絵ですね。これは挨拶してる絵に見えるかなということを自分では思ったので、おはようと言ってみる感じにしてみました。ということで、それをコメディにしようかなと思った時に、挨拶が失敗したというものにしてみようかなと思いましたので、セリフや効果音、効果線、簡単な背景とか、スイカの小さいコマなどを足してみるということをやってみます。で、これを合体させてみると完成ですね。ここでは 3D のスマホの素材に当てはめてみましたので、こうやると実際にスマホの画面で見た時にはこんな感じになるんだなということがちょっとイメージしやすいんじゃないかなと思います。では、実際にやってみましょう。こちらは以前、ボンカラが SNS のお知らせを更新するためにちょっと描いてみたイラストです。実際には左下の方にこの告知用の文字があったんですけれども、これ全体で見ると1枚のイラストですので、今回はこれを使ってやってみたいと思います。この絵を自分で見たときに、寒そうにしている女の子と、店員さんらしき人がお店の中から、こんにちはっていう感じで出てきてるなというところだと思いますので、多分、お店が混んでたりとかして、外で待っていたところ、開きましたよ、どうぞ入ってくださいみたいなことで声をかけられてるんじゃないかなっていう雰囲気の絵に見えますね。
で、今回の漫画ではどんな感じにしようかなと思って、いきなり書いていくと途中で迷うかもしれないので、一旦紙にボールペンで書いてみるということをやってみました。で、それがこちらです。で、これどういうことかと言いますと、右上の方に小さいコマを足して、左下の方にも小さいコマを足しました。で、左上に、これは書き文字ですね。で、それから、ちょっと汗が出てる漫画的な記号、あと吹き出しを2つですかね。だいたいこういう素材を足してみることで、右上の方で入店できなくて寒いなーって待ってる女の子の口元のアップと、心の中であったかいスープが飲みたいなと思っていたら、ありますよって中から店員さんが声をかけてくれて、で、左下のコマで、あ、心の声が聞こえてたってドキッとすると。で、それをまた店員さんがニコニコ見守っているという前後の文脈を足して漫画風になるかなということを考えながら書いてみたラフがこちらです。というわけで、今回はこのラフを先ほどの1枚絵に書き足していくということを実践してみたいと思います。では、ここから書いていくんですけれども、このままだとちょっとキャンバスの端っこに書けないので、編集の方でキャンバスサイズを変更して、ここからですが、まず、コマ枠というものを必ずしもつける必要はないんですが、漫画的なものを分かりやすく作ろうというのが講座のテーマですので、まずコマ枠を足してみます。長方形コマツールを使って、元々あったイラストにちょっと被せてみましょう。はい、これでコマ枠ができました。では、次に新しいコマを右上と左下に追加していきたいと思います。実際にはもうちょっと空いているところを使いましょうか。ずらしてこの辺りに行きましょう。これで2つ目のコマができました。で、3つ目のコマを置いてみましょうか。だいたい場所は後からでも変更できるので、この辺りかなというところに余白をね、いい感じに埋めるイメージでやってみたいと思います。はい、これでコマが3つできましたね。次に、画面全体の構図を整えるために、吹き出しをどこに置くのかっていうのも先に決めてしまいましょうか。では、あったかいスープが飲みたいなというセリフを言わせたいので、この辺りに書いてみましょう。心の中のセリフという設定なので、漫画的な記号なんですけれども、こうやって黙々と丸を足すと、心の中で考えていることというニュアンスになりますね。次に、ありますよっていうことをリアクションさせたいなと思いますので、ラフだと、この辺ですかね。で、この時にポイントなんですけど、視線誘導っていう概念がありまして、全部のセリフを並べてみた時に、ある程度一直線に吹き出しとかセリフの位置が揃っていると読みやすいっていう話ですね。で、それがこのラフの場合だと、どう意識しているかというと、だいたいこうですね。セリフが一番最初の寒いなというところから、左下の心の声は聞こえてたっていうところまで、4つのセリフがあるんですけど、今書いたこの矢印のラインに一直線に並んでいるように見えるということですね。で、これを再現しようとすると、こちらの漫画では、だいたいこんな感じになっていくという流れにすると、読みやすいかなと思いましたので、吹き出しをこの位置にしてみたということです。では、作画を再開します。こっちは普通に話しかけているということでいいので、吹き出しは黙々じゃなくてこんな感じでいいんじゃないでしょうか。それから寒いなというセリフを言わせたいので、左上のコマに吹き出しを足そうと思うんですけど、この辺ですかね。この辺にしときましょうか。で、左下の方ではこの辺りにしときましょうか。次に何からやろうかなと思うんですけれども、吹き出しの中を白く塗ってしまうと、絵の上から被せることができますので、ちょっとそれをやってみましょう。いきなり1ページ漫画描こうとすると結構難しいんですけれども、魅力的なイラストを描こうということをまず集中してやってみて、その後にそれを漫画に描こうとすると、結果的に絵が魅力的な漫画というものが自然にできますので、魅力的な絵を描くというフェーズと漫画にするというフェーズを完全に分割して描くことで、自然とクオリティの高いものができるという工程に結果的になることができますので、今回はこちらの完成イラストを漫画風に加工するというやり方をご紹介してみました。それでは最後に講座全体の詳しい流れをご案内します。現在のセクション1では SNS 個人活動と商業活動の特徴を様々な要素ごとに比較していきます。これで自身の向き不向きや活動の戦略を立てる指針にします。セクション2では漫画の企画を立てます。短編漫画と長編漫画では求められるものが違いますので、これらもバランスよく取り組んでいきたいと思います。セクション3では同じあらすじのお話を元にして投稿場所や目的別に応じたページ数のラフネームをそれぞれ制作するという作業を解説します。セクション4では作画に挑戦します。キャラ作りから下書き、ペン入れ、仕上げまでの解説ですが、ただ書いてるところを見てもらうというだけではなく、皆さんの関心や向き不向きに対応できるように、複数の書き方をご紹介できればと思います。セクション5では、完成原稿をカラー素材化して、個人の SNS 活動や二次的な販売物への活用などをご紹介します。
セクション6では実際の SNS 運用についての解説のお話から個人としての収入を得たり、企業からご依頼をいただいて商業展開していくというためのお話ができればと思います。セクション7では作家活動を長く続けていくために目標設定や数字との向き合い方、メンタルの健康を保つためといったお話をします。改めて最後に今回の講座を一言でまとめますと、個人の SNS から商業の雑誌まで幅広く活躍できる作家を目指していきましょうというものになります。では以上を踏まえまして、この講座のターゲットです。漫画を描きたいけどどうすればいいかわからない人、連載企画の立て方が知りたい人、現在はイラストだけ描いているがもっと色々やってみたい人、漫画を描いているけど SNS で伸び悩んでいる人、単発の1ページ漫画がバズったけどこれからどうすればいいかわからないという人、商業に行ったけれどここからどうすればいいかわからない人などなどを想定しております。ぜひここからお付き合いいただけましたら幸いです。こんにちは、ガイドの春日部つむぎです。急に話が変わるんだけどお知らせがあります。少し前に告知していた頃その動画編集の講座が最近ついに公開されたみたいなんだ。すでに購入してくれてる人たちもそうでない人にもお知らせなんだけど、実はこの講座かかげ先生も出演してるんだよね。そこでかかげ先生に切り抜きするならどういうところを気をつければいいかとか、動画編集者として大切な部分など普段話してくれないような内容を結構話してもらってるんだ。受講してくれた人の中からかかげチャンネルの動画編集に協力してくれる仲間を採用させていただこうかと思っているので、ご興味がある方はぜひチェックしてみてね。まず講座について知らない人もいると思うから講座について少し説明させてもらうんだけど、この講座では YouTube 動画編集の実務で必須の編集ソフト Adobe Premiere Pro の使い方から応用スキルまで、フリーランス動画編集者として現場で活躍できるレベルのスキルがしっかり学べます。もちろんショート動画や切り抜き動画についてもしっかり学べる講座になっているよ。他にも普段このチャンネルに投稿されている動画の制作過程を丸々解説したり、実際に運用しているチャンネルのアナリティクスデータを公開して分析データや考え方まで生データで解説している他のどこにもない結構本格的なすごい講座になってるんだ。ちなみにさこさんって何者なのって人も多いと思うから一応解説しておくと、現在かかげチャンネルの編集をやってもらってるのは知ってるかもしれないんだけど、実はさこさんかかげ先生以外のチャンネルでも動画編集の受託業務をたくさんやっていて、例えば最近だとコロソさんの公式切り抜きチャンネルとか他にもいろんなチャンネルで動画編集をやってる人なんだよ。動画編集に関してもしっかりと映像制作会社のスクールで学んでいたり、これまで100人以上の指導経験もあって、普段から企業相手にも受託業務の取引をしている人なので、独学の人にはない知見や経験をもとに編集をしてくれてるんだよね。ぶっちゃけ市場の動画編集スクールってどこも数十万円くらいするのが相場だから、今回の講座に関してはめちゃくちゃ相場破壊レベルなんだけど、さこさんがただ単にかかげ先生と仕事がしてみたかったからという理由だけで、そのあたりは気にせず開講したみたいなんだよね。そういう意味でこの講座で学べるようなレベルの内容がこの価格で市場に出回ることは今後もないと思うよ。かなり本格的な攻めた内容を解説しているみたいだから、講座でしっかり学べば独学の編集者さんたちを一気にごぼう抜きできると思うよ。動画編集を始めてみたい方や YouTube の動画が伸びなくて悩んでいる方などはぜひチェックしてみてください。